今回は外国人におすすめの日本にあるお店での体験談をお話ししていきます。合わせて外国人におすすめのお店の文化やルールの違いについても説明していきます。この動画を見ることで日本にある外国人におすすめのお店で気をつけるべきマナーや初めての体験で戸惑わないようにするためのポイントを学べます。外国人が日本で実際に体験したこと、失敗したことに興味のある方は、今のうちにチャンネル登録をお願いします。この体験談は、きっとあなたのお役に立てると思います。自国を離れて他国へ行くという非日常の世界へ飛び込むことはいつだって心が躍り、未知への体験へ踏み出し、人生にとってかけがえのない体験を与えてくれるものでしょう。しかしながら、他国へ行くことは、自国とは別の異空間、異文化を持つ場所へ行くことであり、よく言えばすべてが真新しいことです。しかし、その一方で、わからないことだらけで、思い通りにいかない経験に行動をためらわざるを得なかったり、思わぬ損失や失敗を多く起こすことがあります。だからこそ、日本を訪れる皆さんには、日本にあるお店の中で、特に外国人におすすめのお店を知っておくことで、日本への訪問をスムーズにスタートさせるとともに、かけがえのない思い出作りへの一助になればと思います。この動画を最後までご視聴いただくことで、私が初めて日本のお店を体験した時に感じたことや、困ったことなどがすべてわかります。外国人目線で、日本でのおすすめのお店のことを事前に知っておきたい。日本での買い物、生活のスタートに失敗したくないという方は、ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに紹介する体験談は、日本のおすすめのお店についてです。日本では海外製品を多く扱っているお店があります。多くの方は日本へ来た際に、まず東京へ行く方が多いと思います。日本への渡航、それはとても心躍り、日本食を存分に楽しめるチャンスであり、時間のある限り、日本での食事を存分に楽しみたいと思う方が多いでしょう。しかし、日本食がなかなか口に合わず、食事を有意義に楽しめないことや、アレルギー、製品に書いている自国の食品における製品表記と全く別物で不安になることが必ずあるでしょう。しかし、東京に多くの店舗を抱えるカルディでは海外製品を多く取り扱っています。そもそもカルディとはどのようなお店のことなのでしょうか。カルディとは日本以外で製造や販売を行っている商品を数多く取り扱っているお店です。カルディでは日本人が他国の食品を楽しめるように多くの国の食材が置いてあり、日本人はそれを楽しみ、他国の食品を楽しむのを趣味とする人がいるくらいです。そんなカルディの特性、私たち外国人観光客から見たらどうでしょうか。自国の食品が置いてる可能性が高いお店であり、自国の製品を購入できる場所であると言えます。カルディでは、
コーヒー豆をメインで置いていますが、それ以外に日本で製造されたものではない食品が数えきれないほどあります。製品にはワイン、お菓子、そしてカップ麺などが置いてあります。日本食を扱っているお店はもちろん、東京に限らず、日本の都市ではそこら中にあります。しかしながら日本食が口に合わなかった時のショック、滞在中のこれからの食事への不安は大きいものでしょう。だからこそ、カルディは日本へ行く際に要チェックのお店であり、場所も知っておくと、よりスムーズに、そして日本への旅の際の食事に関するリスクを極限に下げることができるでしょう。私も実際にマレーシアに行ったことがありました。しかし、現地へ行って困ったことが、自国の食がなく、物寂しく思いました。それ以外にも、カンボジアのプノンペンに1週間滞在した際には、現地の食文化と自国の食文化が大きく異なり、さらに軟水、硬水の違いから、お腹を2週間ほど壊すという、とても痛い経験をしました。フィリピンへ行った際も、自国の食が少なく、インターネットで数時間調べて、やっと自国の食品の調達に成功したという苦い経験があります。だからこそ、カルディは日本へ行く際に要チェックのお店であり、場所も知っておくと、よりスムーズに、そして日本への旅の際の食事に関するリスクを極限に下げることができるでしょう。場所は日本に行ってから調べればいいというわけではありません。カルディのある場所は限られており、日本に行く前に旅行プランを練る段階で、万が一のために、場所をあらかじめ知っておくことが大切です。次の体験談は、日本の大人気ラーメンチェーン店、一蘭についてです。一蘭とは、日本にあるラーメン店の中でも大規模に店舗数を展開しているラーメンチェーン店のことです。私は日本のラーメンには、以前からとても興味があり、どこでスムーズに、なおかつ、ラーメンをより美味しく味わえるか気になっていました。しかし、いざ調べてみると、多くのお店が個人経営のお店であり、外国人である私は、入って会計をしたり、トッピング、メニューを選ぶ際にも日本語表記が多く、とても困ってしまいました。そして結局これで正解なのかわからないままラーメンを食べることとなってしまいました。このパートを主張することで、なぜ私が日本のラーメンをより一層楽しめたのか。そして、私のラーメンを食べる際の成功談がすべてわかります。せっかくラーメンを食べようと足を運んだのに、よくわからず満足いかない注文で終わってしまう。なんて、私のような悲しい経験をしたくないという人は、ぜひ最後までご視聴ください。このパートを見ていただくことで日本のラーメンをより楽しむことができるようになります。まずラーメンの歴史について話していきましょう。今となっては日本食の中で群を抜いて有名なラーメン。あの世界一の大富豪、イーロン・マスクも自社内に、ラーメンの自動販売機を設置するというくらいの美味しさを誇る日本食の代表格となっていますが、もともとは中華そばという名前でした。
日本食といえば、ユネスコの無形文化遺産に選ばれた歴史の長いものであり、日本食の多くが日本古来から食べられているものであると考える方が多いでしょう。やはり日本食で言えば江戸時代から続く寿司や、江戸時代より前からある味噌汁などが挙げられます。しかしそんな中でも歴史が新しいラーメン。その歴史はとても面白いものです。先ほどお話ししたラーメンはもともと中華そばと言われていたことを思い出してみましょう。なぜ中華そばと言われているかというと、ラーメンはなんと中華そばという名前からわかるように、中国から来たものなのです。では、なぜ今となっては日本食のイメージが強いのでしょうか。それには日本特有のアレンジを加えるという文化性が大きく影響しています。もともと日本は古来から中国との関わりが深く、それは食文化にも影響しています。実際に私が日本に訪れた際は、中国の影響の大きさを感じました。例えば建築物、多くの歴史的建築物の設計などに中国人が関わっているのを知りました。他にも横浜や神戸に大規模な中華街があり、日本における中国の影響力の大きさをまじまじと感じました。そしてその影響は今現在でも多く残っており、街中では中華料理店が多く軒を連ねています。私もラーメンとは関係ないですが、日本に来た際は中華料理店の多さに驚きました。そして実際に訪れてみたのですが、昔から続いているだけあって、歴史のある店舗内装になっています。実はその中華料理店がラーメンの発祥地なのです。とある中華料理店が中華そばを売り出したところ、日本でとても流行り、多くの中華料理店で販売されるようになりました。そこで起こったのが、中華料理店同士の中華そばの差別化です。どの業界でも同じ商品を出せば競争が起き、差別化を図り、より良いものを作ろうと切磋琢磨する。その流れはもちろんラーメンも例外ではなかったのです。その競争はどんどん熱を増していき、アレンジが加わり続け、各店舗で全く別物を楽しめるラーメンという食品が誕生しました。今ではラーメンの種類は数えきれないほどあり、ご当地ラーメンなるものがあったり、ラーメンのレビュアーが億万長者になるほどラーメンという食品は発展し、そして今現在も急速に発展していっている日本食なのです。そんなラーメン、先ほどお話しした個人経営のお店では、キャッシュレス決済や多言語対応していないお店が多くあり、かなり日本に慣れていないと楽しめないものになっています。しかし初めて日本へ来る方でも、ラーメンを楽しめるのが一蘭というお店です。一蘭は大手ラーメンチェーン店に分類されます。しかし、他の大手ラーメンチェーン店とは似て非なるところがとても多く存在します。まず一つ目に、食券前払い制です。もちろんキャッシュレス対応をしており、前払い制ということがあり、注文の際にしどろもどろすることなく、席に着けばすぐに注文したラーメンが出てきます。一蘭が特別である理由は、
その接客のシステムにあります。一蘭では他のチェーン店とは異なり、全席カウンター席となっており、さらに各席の間に壁があり、完全に他社と隔離されており、五感でラーメンを楽しむことができます。そのため、日本で初めてラーメンを食べる際に大きな感動を感じることでしょう。やはり、どの食事でもファーストインパクトはとても大切であり、スムーズに注文でき、さらに五感で。私も実際に一蘭でラーメンを食べてみましたが、ラーメンを食べることに集中できる非常に良いお店でした。味わうことのできる一蘭でラーメンを食べるのを強くお勧めします。次の体験談は、日本の大手スーパーマーケット、西友についてです。西友とは、日本にある大手スーパーマーケットの店舗名です。特に長期滞在時や、ホテルでの宿泊で、夜遅くまで楽しみたい方には必見の情報です。日本のスーパーマーケットの上手な使い方を知りたい方は、他の動画をご視聴ください。この大手スーパーマーケットが他のスーパーマーケットと異なる点は、24時間営業のスーパーマーケットであるということです。日本旅行を楽しんでいると、ついつい夜遅くなってしまうことが多いと思います。そして夜10時を越すと、多くのスーパーマーケットは店を閉めてしまいます。でもそんな時に限って、ホテルで友人とお酒を飲んだり、夜食をしたいなんてことが多いと思います。でもここで、セブンイレブンやファミリーマートなどのコンビニに行けばいいんじゃないのと思う方も多いんじゃないでしょうか。日本ではスーパーマーケットとコンビニでは大きな価格差があることをご存知でしょうか。例えばお酒。1本あたりの価格はコンビニでは150円のものが西友では100円で売ってます。他にもお菓子、生鮮食品、カップ麺などで大きな価格差があります。もちろん多くの方ができるだけ節約して、そのお金を観光地でのお土産の購入や体験などに費やしたいでしょう。だからこそ、日本に来て夜遅くに買い物に行く際は、西友と検索していただければ、夜も友人や恋人と日本食や観光を楽しめます。日本にあるコンビニの種類や体験談を聞きたい方は、他の動画も合わせてご視聴ください。私が西友をおすすめする理由は、24時間営業で価格が安いという理由だけではありません。西友はコンビニエンスストアとは違い、品物数が圧倒的に多く、日本の日常での食事を知るきっかけや、楽しむチャンスでもあります。私自身も夜遅くまで友人と日本旅行を楽しんだ際に、西友で旅費を抑えつつ日本の食事を楽しむことができました。日本旅行を楽しみつつ、日本という国の文化について知るにもとてもいい場所となっておりますので、ぜひ宿泊先の近くの西友をあらかじめ調べておいて、Google マップなどのアプリのチェックリストに入れておくことをお勧めいたします。次の体験談は、日本のマクドナルドについてです。マクドナルドは、皆さんご存知、多くの国で店舗を抱える大手ハンバーガーチェーン店のことです。
まず日本のマクドナルドは、他国とは違った歴史背景を持っています。日本のマクドナルドは、アメリカのマクドナルドに感動した、ある一人の日本人により、東京に1号店ができ、その後全国に拡大していきました。マクドナルドなんて世界中どこにでもあるじゃないかって思った方が多いと思います。しかし、日本のマクドナルドは独自のメニューが多くあることをご存知でしょうか？日本のマクドナルドにはサムライマックや照り焼きバーガーなどがあります。マクドナルドは全世界にあります。そして多くの人がマクドナルドをよく利用し、日常に溶け込んでいる食品であると思います。だからこそ、日本のマクドナルドに行った際に、日本のマクドナルドのハンバーガーを楽しむことができます。私も日本のマクドナルドに行った際、サムライマックを食べてみました。照り焼きのいい味がしており、リピートしたいと思えるほど美味しいものでした。普段日常的に体験しているものであるからこそ、その差がしっかりとわかり、日本を楽しむことができます。次の体験談は、日本国内にある海外コミュニティについてです。日本は多くの在日外国人が住んでいます。そこではそれぞれの国の人が、日本の生活とそれぞれの国が持つ文化を融合させたものがたくさんあります。例えば、居酒屋やスーパーマーケットがあります。ここで一つ例を出してみましょう。埼玉県の川口市にある芝園団地。ここでは、日本に働きに来た数千人の中国人が団地に暮らしています。実際に私もそこに訪れてみました。そこでは、日本によくある居酒屋でありながらも、メニューは変わったものが多く、日本を楽しみつつも、中国人の方々にとっては、母国を感じられる場所であると感じました。実際に、私の中国の友人を連れて行った際に、中国語を話せる人がほとんどであり、彼女は非常にその場所を楽しんでいました。実際に中国に限らず、インド、スリランカ、アメリカなど、多く集団となって暮らしている町が多くあり、私も実際に日本に来た際は、同じ国出身の人からのアドバイスがとても欲しいと感じていました。そこで、外国人コミュニティに参加することで、多くのアドバイスを受けることができ、非常にスムーズに日本での滞在を始めることができました。実際に自分の国のコミュニティがあるか調べてみて、そこへ訪れ、現地の人々と話したり楽しみ方だと思います。買い物を楽しんでみるのも日本の楽しみ方です。次の体験談はセブンイレブンについてです。セブンイレブンとは日本最大級のコンビニエンスストアのことです。セブンイレブンでは日本で買い物をする上で必須である現金の引き出しをスムーズに行うことができます。日本はまだまだキャッシュレス化が進んでおらず、現金のみしか使えないお店が多いのが現状です。だからこそ、気軽に現金を引き出せる場所を知っておくことが大切だと思います。観光地へ行き、お土産を買いに行ったのに、現金だけしか持っておらず、何も買えなかった。
美味しそうな老舗スイーツ店を見つけても、支払い方法が現金のみだった。こんな場合があり、何も買えなかったらそのショックはとても大きいと思います。だからこそ、あらかじめセブンイレブンで、海外の口座からお金を引き出せることを頭に入れておけば、あなたの旅をより豊かなものにしてくれるでしょう。セブンイレブンを押す理由はまだあります。他のコンビニとは違い、店舗数が多くあり、万が一スマホが使えなくても、そのマークをあらかじめ覚えていれば、現金を引き出すことが可能です。次の体験談は、ドン・キホーテというお店についてです。ドン・キホーテとは日本の大手量販店のことです。ドン・キホーテは、日本でかなりの人気を誇っており、東京へ行った際には日本をより深く知り、楽しめるお店であること間違いありません。なぜ私がここまでドン・キホーテを推すのかというと、ドン・キホーテは他のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、家電量販店とは異なり、あらゆるものを売っており、エンタメ要素の強いお店であり、日本の現代文化を楽しめるだけではなく、そこでしか売っていないような商品がたくさんあるからです。日本旅行において、友人へのお土産としても最高で、自分で使う場合にも、最高の商品がたくさん揃っているのも、おすすめする理由の一つです。例えば、キャラクターグッズです。ドン・キホーテでは、あらゆるアニメのキャラクターグッズを取り扱っており、日本のアニメグッズが買えるだけではなく、普段使いできるようなアニメ T シャツ、アニメのイラストがプリントされた靴など、普段使いに重きを置いた商品がたくさんあり、日本のアニメファンにとっては絶対に行くべき必須の場所となります。他にもアニメグッズであれば、アニメートが店舗として有名だと思います。しかしドン・キホーテでしか扱っていないような、さらに普段使いできるようなグッズがたくさんあります。ぜひ一度、足を運んでみてください。私がドン・キホーテを推すのは、アニメグッズが多種多様にあるからという理由だけではありません。ドン・キホーテでは日本人が昔から食べていて人気の商品だったが、時代の変化に伴い、販売している場所が少なくなってしまい、探すのが困難となってしまったような駄菓子を多く取り扱っております。日本人と駄菓子との関係は切っても切りきれないほど、生活に密着しているものとなっています。日本には昔は数多くの駄菓子専門店が学校の近くにあり、小学生の頃の思い出となっている日本人がほとんどです。しかし、現代となり、昔から続けている駄菓子屋さんは、経営者の高齢化と少子化によって、数少ないものとなってしまいました。しかし、現代を生きる日本人の多くは、小さい頃から駄菓子を食べてきており、日本人にとっては青春を思い出させる、そんな食品となっています。それがなんと、ドン・キホーテでは多数取り扱っており、日本の昔ながらの雰囲気や味を知ることができます。そこに計ず多くの種類がありますが、ここで注意が必要です。その中には牛肉や豚肉を取り扱っていたり、
アレルギー性のある食品もあるので、宗教上の理由で食べれない方や、食品アレルギーを持っている方は、購入前に店員さんに問い合わせましょう。また、ドン・キホーテでは、ブランド品も数多く取り扱っています。もちろんただブランド品を買うのであれば、そのショップへ行く。それが一番いいかもしれません。しかし私がドン・キホーテを推す理由は、ドン・キホーテではブランド品をアウトレット価格で買うことができるためです。そこには皆さんご存知のコーチやグッチ、カルバンクラインをメインに数多くのブランド品があります。円安で、ただでさえお買い得だというのに、そこからさらにアウトレット価格で買うことができるため、私たちの国では考えられないくらい安い価格で購入できるチャンスです。以前から欲しかったブランド品がある方や、ブランド品を気軽に手に入れたいという方は必須のお店です。そして私がドン・キホーテを推す一番の理由は、ドン・キホーテではアニメ以外にもエンタメ性の高い商品が数多く売っているという点です。日本へ行ったら絶対に見逃せないような商品がたくさんあるので紹介していきます。まずは日本語 T シャツです。日本に来たらせっかくだし、日本語がプリントされた T シャツが欲しい。という方は、ここへ行けば、数多くの日本語 T シャツを手に入れることができます。母国に帰った際に友人や家族にプレゼントすれば、喜ばれること間違いなしです。次は独特なスマホ用グッズです。ドン・キホーテでは、スマホ用の商品をモバイルバッテリーからスマホケース、装飾用アクセサリーまで数多く取り扱っています。日本でしか買えない商品や、スマホを他人とは異なる一台にすることができるグッズが数多くあります。私もここで多くのお土産を買い、実際に日常でも使っている商品や、友人にプレゼントしたものが数多くあります。スマホ用のアニメグッズが売っていたり、かわいいデザインのケースがたくさんありますので、ぜひ行ってみてください。次の体験談は、日本にある大手飲食チェーン店のグループ、スカイラークについてです。スカイラークグループとは、多くの飲食チェーン店を束ねている会社名で、このグループの店舗では、外国人でもスムーズに飲食を楽しめるので、日本に初めて来る方にはおすすめのお店です。スカイラークグループの飲食店は、ガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ジョナサン、ユメアンなどを代表に27種類のお店があります。事前にどのような日本食が食べたいかチェックしておき、スカイラークのホームページを確認して、Google マップなどでリスト化しておくことをお勧めします。私がスカイラークグループ店舗を推す理由、それは外国人に優しい注文システムが整っているという点です。スカイラークグループの店舗では、各席に多言語対応の注文用タッチパネルが置いてあり、そこから注文できるようになっています。そのため、外国人でもスムーズに注文ができ、注文された品が席に運ばれてきて、日本食を楽しむことができます。店舗数がかなり多く、日本全土にたくさんあるため、
東京でも北海道でも気軽に楽しむことができます。日本食をできるだけ気軽に、そしてスピーディーに楽しみたい方は、必ずと言っていいほど。要チェック店舗なので、忘れずに旅行先リストに入れておきましょう。次に無印良品についてお話ししていきます。無印良品とは、日本の大手雑貨店であり、服から文房具まで数多く売っているお店のことです。日本といえば品質がとても良い、そして長く使える商品が有名ですよね。そんな商品が無印良品では気軽に買うことができます。デザインはとてもシンプルなものを多く取り扱っており、シンプルなデザインゆえに、日常使いからビジネスまで、あらゆる場面で使うことができる万能な商品となっています。シンプルなデザインであるがゆえに安く買えるのに高級感、上品なイメージを演出することが可能です。売っている品物は文房具、化粧品、食品などをメインに取り扱っており、自分へのお土産として、実際に私もここで購入した文房具を長い間使っており、ビジネス、日常の場面に関係なく愛用しています。普段使いするための文房具を揃えるにはうってつけです。さあ、いよいよ最後のパートです。あと少しなので一緒に頑張りましょう。最後は、日本にある大型ショッピングモール、イオンモールについてです。このイオンモールでは数多くの店舗が入っており、イオンモールに行くだけで食事から買い物、エンタメまで楽しむことができます。しかし、イオンモールに行く際に、一つ注意しておくことがあります。多くの店舗は東京都内ではなく、郊外にあります。その理由は、店舗が大きいため。都内では建てることが難しく、郊外に建てざるを得ないためです。もし東京近辺でイオンモールをお探しの方は、越谷レイクタウンで調べてみてください。越谷市は東京からアクセスしやすい場所にあり、そこの近くには、アウトレットパークも併設しており、その近辺だけでも1日過ごせるくらい充実したエリアとなっています。ここのイオンモールは日本全国にあるイオンモールの店舗の中でも屈指の大きさを誇り、店舗数の多さはもちろんのこと、フードコートも充実、映画も鑑賞可能です。しかし、その広さゆえに迷子になってしまうことが多いです。そのため、イオンモール越谷レイクタウンに訪れた際は、フロアマップの持参は必須です。そして、この店舗は東京からアクセスする場合、越谷レイクタウン駅を利用すると便利です。駅へのアクセスする手段を事前に調べておくことで、スムーズに行けます。日本の電車ルールやマナーについては別の動画で詳しくお話ししていますので、そちらも合わせてご視聴ください。私も実際に越谷レイクタウンに訪れてみました。そこでは1階には多くの飲食店が軒を連ねており、実際にお昼選びにかなりの時間を要してしまいました。そこで私が食べたのがラーメンだったのですが、ここにあるお店はどこに行っても外れなしです。そして2階には多くのアパレル店があり、円安の流れもあり、
高品質の商品をかなりお買い得な値段で購入できました。アパレルだけではなく、日用品も数多く取り扱っていました。あまり聞いたことのないブランドが多かったのですが、やはりここは日本製品です。とても品質の良いものしかありませんでした。実際にバッグや財布は低価格なのに、数年間持ちそうなくらい高品質であり、とても良い買い物ができました。そしてイオンモールの外に出れば、すぐそこにはアウトレットモールがありました。そこでもやはり、かなりお買い得に有名なブランド商品を最大、半額で購入することができました。本当にお得な買い物をすることができました。どうでしたか？学びになったパートはいくつありましたか？このチャンネルでは、外国人が日本を経験して感じたことや学んだことを語っていきます。動画のテーマにしてほしいことがあれば、コメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。これからも外国人が日本で感じた体験談を語っていきますので、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。